タバコを吸える場所がどんどん減ってきていますが、それはどうしてなのでしょうか。まずはタバコの害について確認していきましょう。喫煙時のタバコの煙には、ニコチン、タールの他にも、ペンキを洗うアセトン、カーバッテリーのカドミウム、工業用材のトルエン、猛毒のヒ素、ライターの燃料のブタン、排気ガスの一酸化炭素など、有害物質が含まれています。有害物質を含む煙が口から肺に入っていく過程で、体にダメージを与えていきます。まず、気管支の粘膜を壊しながら、肺胞の奥まで入ってきます。通常の呼吸では、空気中の酸素が血液中のヘモグロビンによって体全体に運ばれますが、タバコの煙に含まれる一酸化炭素は、酸素を押しのけ、ヘモグロビンによって全身に運ばれるため、体全体が酸欠状態になります。また、タバコに含まれるニコチンの影響で、血管が収縮し、心臓に負担がかかるとともに、脳への血流が減少します。そうすると、脳の機能が低下し、集中力も下がってしまいます。なので、喫煙者は喫煙しない人に比べて事故を起こす確率が高くなってしまいます。このような有害物質を吸い続けると、様々な病気が引き起こされ、喫煙が原因で亡くなる方が多くいます。しかし、タバコの本当の怖さは、タバコを吸わない人にも健康被害を与えてしまうところにあります。喫煙者から吐き出される煙を近くにいる人が二次的に吸ってしまうと、喫煙者と同じぐらいの害を受けてしまいます。特に胎児への悪影響は深刻で、ニコチンの影響でへその緒が縮まることにより、十分な酸素が届かなくなってしまいます。また、カーテンや壁、絨毯などに付着した煙の粒子が間接的に体内に取り込まれると、同じように健康を害します。乳幼児の突然死の原因にもなっています。このような問題を解決するため、タバコを吸える場所、吸えない場所と分けられるようになりました。ところが最近、タバコを吸える場所そのものが減ってきています。それは肺から出る有害物質や髪の毛、衣類に付着した有害物質の量が吸う前のレベルに戻るのに45分もかかることが分かったからです。この問題を防ぐ方法は大変難しいため、喫煙所自体をなくす企業が増えているのです。禁煙を自分で決意することはとても難しいと感じますが、健康になった未来の自分からのメッセージだと思うと、思い切って禁煙に挑戦してみようと思えるのではないでしょうか。